皆さんこんにちは、みさです。本日もご視聴いただきありがとうございます。先日無事に最終出勤日を迎えまして、現在有給消化中なので、とある日の夕方からお風呂に入るまでの様子を動画にしてみました。さっきは結婚式の準備とか YouTube の台本作成など、仕事がある日はなかなかできなかったものを進めていました。動画1本作成するのに何日かかってるっていうくらいいろいろ時間がかかってしまっているので、撮影方法や編集の仕方などを日々模索しています。ここでちょっと休憩タイム。お土産でいただいたお菓子で気分転換します。水色の袋のグミのお菓子、見た目は美味しいのっていう感じなんですけど、私は結構好きで、夫が出張の時にお願いしてファミリーパックを買ってきてもらいました。結構日本人はみんな好きなんじゃないかなっていう味なんですけど、夫はあんまり好きじゃないみたいで、私一人で消費してます。いつもはフルーツがあったらバナナとかリンゴをおやつにすることが多いです。ナッツやピーナッツもよく食べます。紅茶が好きで毎日飲むんですが、この日はバシラーティーのブラックティーにしました。この紅茶すっきりして香りも良くてお気に入りです。ただ安くはないので毎日は飲めなくって、普段はスーパーの大容量パックのものを飲んでいます。ついつい開いてしまうインスタ。最近はなごみちゃんやアマテラス、レイコさんの投稿をよく見ています。アリカ・シュミットさんっていうドイツ出身の陸上選手がいて、よくインスタや YouTube を見ているんですけど、もう超がつくほどの美人でスタイルよくって、陸上以外にもモデル業をやっていたり、いつも投稿を見るのがすごい楽しみになっています。すごいかっこいいんですよね。この間ユーフィーというブランドのお掃除ロボットを買ったので、今お掃除してもらおうかなと思ったんですけど、ここで YouTube。 大きい画面で見るのが好きなので、いつもテレビで見ることが多いです。海外の暮らしや旅行の動画を見ることが多いですが、ゲーム実況やコスメ動画などいろんなジャンルを見るのが好きです。最近はジョイの日常、稲見の主婦ライフ、R ちゃんをよく見ちゃいます。気分を明るくしたいなっていう時はバタービスケットや松下さんの動画を見ます。旅行系だとしげたびさんとか JAL のサブちゃんを見ることが多いですね。ゲーム系はキヨとかうどんさんを見ることが多いです。たまにピーナッツ食べるんですけど、千葉県八街市のピーナッツがすっごい美味しいんですよね。ここでお掃除ロボットにお掃除してもらいます。週1ペースでお願いしてますが、スマホのアプリからボタン一つで作動できて、掃き掃除、水拭きもしてくれて、モップ洗浄からモップ乾燥まで全て全自動なので、とっても助かってます。私がすることといえば、2、3ヶ月に1回ゴミ袋と汚水タンクの交換、モップを取り替えることくらいで時短にもつながっています。お掃除が終わるとスマホに終わりましたってお知らせしてくれて、夫のスマホにも通知が行くので、お互い把握できて便利です。秋の Amazon ブラックフライデーでかなり安く買えたので、気になる方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。お惣菜やお肉、お魚が安くなっている時間なので、こういう時間に余裕がある日はこのタイミングを狙ってお買い物に行きます。1回のお買い物で5から7日間の食材を買いに行きます。買い物に行く前は1週間分のメニューを考えて iPhone のメモ機能の買い物リストに入力してから行くようにしています。夫は仕事で家を空けることも多いので、お互いのスケジュールを確認して買いすぎないように気をつけています。今日は最近ティファールで購入した圧力鍋を使って和風カレーを作るのを楽しみにしていたんです。実家暮らしの時も圧力鍋があって、それでビーフシチューとか豚の角煮を作るとすっごくお肉が柔らかくなって美味しかったんですけど、結構重いのがネックだったので買うか迷ってたんですよね。ただこの間自宅で
普通の鍋を使って豚の角煮作ったんですけど、やっぱり圧力鍋が欲しいなと思って、この軽くて使い勝手のいい圧力鍋を見つけて購入しました。こちら結構お安くなっていて1万5,000円でした。今回は和風カレーにしたかったので、安丸だしさんの贅沢ローストだしを入れていきます。開けた瞬間とってもいい香りするんですよね。パックを切って中の粉末をそのままお料理に混ぜるだけなのでとっても楽です。普段から市販のお出汁でお味噌汁を作ったりしていたんですけど、段違いに風味や出来上がった後の味が違うので、安丸だしさんの商品おすすめです。こだわりの焙煎製法で風味豊かに仕上がっているのと、アミノ酸などの調味料を使っていないっていうところでもポイントが高いです。概要欄のリンクから飛んでいただくとお得に購入できるので、ぜひチェックしてみてください。皆さんはカレーに何入れますか？最近私ブロッコリー入れるのにハマっていて、ちょっとカレーの出来上がった時の色味が緑っぽくなっちゃうのがネックなんですけど、すごいまろやかになって美味しいなって思うんですよね。私花粉症がひどくって一日中鼻かんでるみたいな感じなんですよね。なんか今年は目もすごい痒くって目薬さしてもあんまり効かないし、市販の薬もちょっと強いのに変えたんですけどあんまり効かないので、来年は気になってた注射を打ちに行こうかなって思ってます。そういえばこの間結婚式の前撮りに行ってきたんですけど、ウェディングドレスを着て馬に乗って撮影してもらえるところだったんですよ。茨城にあるところでブライズシーンっていうところがやってるホースウェディングっていうのをやってきたんですけど、乗馬楽しめるし素敵なお写真と動画撮っていただけるし、もうすっごい楽しかったです。クラマさんっていうカメラマンさんだったんですけど、撮影して2日経たないうちに写真の納品をしてくださって、早すぎてびっくりしました。お気に入り多すぎてずーっと写真見返してます。カレーできるまで時間があるのでまた YouTube 見てますね。ココホームさんとか波の暮らしさんとか落ち着く系の動画もよく見ます。最近あつ森をリセットして一から始めたので YouTube を見ながらやってます。この間3回目のローンを払い終わって次38万ベルのローンを組んだので一生懸命お金稼いでます。ずっと座っているのも疲れるので、そういう時はだいたいスクワットしてます。小学生の時からかれこれ18年間武道を続けてるんですけど、足腰の筋肉は落ちないようにキープしてます。社会人になってからは週1でしか稽古行けてないので、そういう隙間時間も見つけて筋トレするように心がけています。結構肩甲骨周りも硬いタイプなので、テレビで見たストレッチも隙間時間に取り入れてます。これ10秒するだけで肩周りがすっごいほぐれるんですよね。外来に移動してから病棟と違って仕事終わりに時間ができたので YouTube を始めたわけなんですが、 YouTube 始めてからカメラや三脚にも興味が出ていろいろ調べてます。今はソニーのマイクが一番欲しいんですけど、今私が使ってるソニーの α6000 っていうカメラには対応していないマイクなので、もしマイク買うなら一緒にカメラも買い替えなくちゃいけないってなると手が出せない値段になるので、しばらくはこのまま行こうかなと思います。マイクつけてないとザーっていう雑音が入っちゃうので聞き取りにくいかもしれません。夜は暖色のライトに切り替えてトーンも少し落とします。前撮りに合わせて友達がネイルをしてくれました。看護師をしているとネイルなかなかできないので、久しぶりにジェルネイルしてもらって爪見るたんびに嬉しくなっちゃいました。普通のハンドクリーム、蓋を開けて閉めるのが面倒だったのでサボンのプッシュ式のハンドクリームを使ってるんですけど、ズボラの私にはぴったりでした。圧力鍋時間になったので火を止めて圧抜きモードにします。しばらくして蓋を開けルーを入れて完成です。この日は夫が仕事で私の分しか必要なかったので、適当なお茶碗に冷凍ご飯のちょっと入れて少なめな量で食べています。自分の分しか必要ないってなると冷凍ご飯に卵を落として醤油かけてそれだけ食べるとか結構適当になっちゃうんですけど、
夫がいるっていうだけで栄養バランス考えたり、そういった健康にも気を使った食事を作るようになるので、そういった点でも夫の存在ってありがたいなって思います。ティファールの圧力鍋、蓋も一緒についてくるので、調理では圧力鍋専用の蓋を使って、保存用にはこっちの蓋を使用するっていう風に使い分けができるのも気に入っています。夫が一緒の時なんかはダイニングテーブルで食べるんですけど、ちょっとお行儀悪いんですが、こういう風にソファーで食べることもあります。本当に YouTube 見るの大好きで、お夕飯の時も見ちゃいますね。ゲーム実況のキヨが大好きで、本当よく見るんですけど、もうどうしたらこんなに面白くなれるのかなっていうくらい笑ってます。特にゼルダシリーズとかホグワーツレガシーシリーズは何度も見ちゃいました。食べ終わった後は今日1日分の洗い物をします。さっきのティファールのお鍋の蓋なんですけど、こういう風にパッキンが取れるので、そこも洗ってます。お手入れが簡単なのもやっぱいいですよね。お皿洗いの時はニトリのゴム手袋をするんですけど、これ全然落ちてこないし、お皿もつかみやすくって何度もリピ買いしている商品になります。たまに包丁でピーって切っちゃって、それで買い替えることはあるんですけど、それ以外でなんかへたれたりとかそういったことは一度もないので、すごく助かってます。終わったら歯磨きですね。前は電動歯ブラシを使っていたんですけど、歯医者さんに音波ブラシの方がいいよって勧めてもらって Amazon で買いました。磨いた後、歯の表面を舌でなぞった時につるっとしているのがわかるんですよね。電動歯ブラシと全然違う感覚があって、すごく気に入ってます。お値段もそんなに高くなくって、カラー展開も豊富なのがいいなと思いました。なんかモードもいろいろ、ホワイトニングモードとか普通に磨くモードとかいろいろあって、私は良すぎて母にもプレゼントしました。とこんな感じで過ごしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画で。